節さん、クライアントの方に、その亡くなった方の最後のところで、こんな亡くなり方をして、すごい痛みを伴って亡くなったとかっていう、そういう事例っていうのはありますか？えーっと、何せセッションの内容、そうですよリーディングの内ね。容覚えてないので、覚えてない。ただ、小さい頃から、それはセッションじゃなくても、聞かれていなくても、全く事件としても読んだことがない、知らない人たちの亡くなる場面っていうのに私すごくつながるんですね。で、何回も何回も同じ場面を繰り返し見せられることがすごくあって、で、それはどこの国で誰なのかもわからないんですけど、同じ場面を繰り返されるんです。で、今でも朝、本当に、またこれを見せられたって、夢で見せられるわけではなくて、目が覚めた時にもうそことつながってるっていう感じなんですよね。で、起きてる時も、ぼーっとしてるわけではないのに、何か私が突然止まったような感じに他の人には見えるみたいなんですけど、その時にそこの場面に連れて行かれるんですよね。例えば、メキシコのどこというところがわからないんですけど、メキシコなんだろうなっていうのが分かって、メキシコでもう人が住まなくなった家があって、そこに古いバスタブがあるんですね。そこに多分20代か18、19ぐらいのメキシコ人の男の人がいて、明らかに現代なんですけど、で、そこに小さい女の子を多分誘拐してきて、で、その子にどういうことを具体的にするのかは私はわからないんですけど、その子を殺す直前っていうのをもう10年以上多分見せられていて、で、そこはですからもう、結構詳しく、同じところだけなんです。同じところで始まって同じところで終わって、そこでしかないので、他の部屋とか全然わからないんですけど、そこにつながります。なぜつながるのか理由も全くわからないし、でもそこに生かされます。あと、全く私の知らない、男性が出てきて、で、じーっと私を見つめていて、どこかの階段に座っていて、じーっと見つめていて、で、この人、私はこういう方を知らないんだけど、どの人なんだろうって思った時に、ある時ニュースに出てきて、で、その方が実は有名な方で、日本ではない国のところで有名な方で、自殺をされた方っていうことがたまたま偶然見て、で、その方のお葬式のところを、もうとても大ニュースになったもので、で、彼だと思って、私はその人の、グループの名前も知らないし、その人のことも知らなかったので、亡くなった後にあまりにも本当にしょっちゅう出てこられるので、あの、その方とは何年か、つながっていました。それは私のスタッフも知っていますけど、はい。うん、そのつながって方の場合、うん。どうして私につながるのかわからなかったんですけど、いつも物言いたげな感じで見てらっしゃって、で、私もあまりにも気になるので、それこそ Google したりとか、YouTube とかで見たりとかしたんですけど、一番最後が、あれは何年前？ 1 年前？ 2 年、1年前じゃないですね。3年前ぐらいかな？ 2 年前ぐらいかな。アメリカの、中西部に出張があって、出張している、えっと、朝起きた時に、あのなんか詳しいことやっぱりまた忘れちゃったんですけど、まあ、彼が出てきたんですよね。彼が出てきて、どうしたんだったかな。で、ラジオで音楽が流れてた。その方が生前歌っていたラジオの音楽が何かどこかで流れていて、それで、それは実際にお部屋でコンピューター、セルフォン、私のセルフォンっていうのは携帯電話で、その音楽が流れていて、で、その方がいつもとは違う感じだったんですよね。で、何かとても訴えてるような感じで、どうしたんだろうと思っていて、
本当に詳しいことは覚えてないんですけど、ごめんなさい。でも、そしたら、その時に彼と同じ国の、やはり有名なシンガーの方が、若い方が自殺をされたんですね。それで、それを私に教えたくて、起こされたんだっていうことがすごい分かったんです、彼に。うん。で、私は、サイキックとして、役割を今世もしなさいということで天から命を受けてるんですが、それを受け入れたときに、やはり、虐待ですよね。どういう形の虐待でも、どういう関係の、どういう国の虐待も、動物でも人間でも、自然でも。ともかくそれをやめたくて、それは戦争という形であり、個人の中の、例えば自分で自分の身を、傷つけることも虐待ですし、自然の搾取もそうですけれども、動物もそうだし、まあ、家庭内のね、虐待はもちろんですけど、それを本当にやめていただきたいのと、私たちはどうして生まれてきて、どうして繰り返すのか、もう本当に皆さんに幸せに生きていただきたくて、それをお伝えしたいからなんですけど、その自殺という行為を本当に、しなくてもいいんですよって、なぜならっていうことをお伝えできたらと思っていて、亡くなったそのもともとのその、私に最初につながったシンガーの方は、ご自分で自殺をされたことを本当に半分は仕方なかったと思ってらっしゃるけれども、それをする必要はなかったんだっていうことを分かってらっしゃって、一番最後にその、コロラドに私は出張してたんですけど、コロラドのホテルで、泊まっていたホテルで、その本当に朝、そういうことが起こったんですけど、あ、またその国のシンガーの、今度は若い女性が自殺をしたっていうことを私に知らせて、どうか自殺はしないでくれっていうことを伝えてほしいっていうことを私に訴えたかったんだっていうことがすごい分かったんですね。で、それが分かった途端に、いつもこう、グレーの、日本で言うと、神社とかお寺の境内の前にある、なんかこう、数段ある、本当に数段、4、5段か3段かわからないですけど、少ない階段の前に、こうやって足を広げてこうやって座ってらっしゃるんですね。こうやって座ってらっしゃって、じーっと私を見てるんですけれども、その方が初めて立ち上がって、ごめんなさい。で、ニコッと笑われて、私の目をじっと見て、まあ、彼の意図したことが私が受け取ったので、彼のメッセージを。分かった、分かりましたって言って、で、初めてそこで階段で上がって、まあ、天国の階段を上がるように、それまで天国に行かなかったわけじゃないんですけど、天国からメッセージを送ってきて、で、生前私のことは多分、ご存知じゃなかったのは明確だし、私も彼のことは全然知らないので、でも、どうやって私を探し出したのかわからないんですけど、私のところに来られて、ですので、やっぱり、虐待とご自分を傷つけることは、しなくていいですよ。なぜなら、もっと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 、オートに行きたくて生まれてきたから、もうくじけないで一緒に頑張りましょうということを伝えていくっていうことを、その方からも、任せられたと思うので、皆さんにお伝えするとしてなっています。そういうことはありました。今まさしくその方のメッセージをね、こうお伝えくださったってことでもあるわけですよね。たくさはい。んの主張してくださそうなんです、先生。ありがとうね。ございます。この場をお借りして、本当に